いるよ。いるよ。みんなが探してるスパイ。モネさん、何言って。僕、天井が下がってきてる。誰か立ってます。あれは。やあみんな、久しぶり。元気だったかい？新し社長、どうしてあなたがここに？伝えに来たんだよ、ここのみんなに。このオーディションは現時刻をもって終了となりますってね。終了って。まだ最後の課題が終わっていませんが。本当にオーディションが終わるってのか。この土壇場でそんなことが。ありえにゃい。そうだ、最後の課題で結果を出そうってのに途中で止められたら不完全燃焼だろ。そうそう、今まで頑張ってきたことはどうなっちゃうの？モネさん、何？さっき言ったこと嘘だよね。聞こえてたんだ。誰も聞いてくれなかったのかと思った。モネさん、本当だよ。あの人に頼まれたんだ。僕がカット君、今すぐ配信を中止しろ。了解。配信を中止します。ご覧の配信はライゼンプロダクションがお送りしました。配信止まっちゃいましたね。何これ、一体どういうこと？なんで？みんなで配信を見ようって大型モニターを運び込んでお菓子とジュースを持ち寄って見てたら、だんだん事件が大きくなってお菓子が足りなくなって、宅配ピザを頼んで宅配お寿司を頼んで宅配チキンを頼んで、次は何を頼もうかって言ってたら、なんか事件がすごく大変なことになって、注文とかしてる場合じゃなくなっちゃったんだけど、どうしよう。長引くんなら今のうちに何か注文した方がいいのかな。さっきモネが新しいを指さしてたよね。まさかずっと探してたスパイがモネ君で、読み通り新しがその指示役だったってこと？モネ君がスパイだったなんて。でもスパイってヒロミじゃなかったの？俺はずっとモネ君や言うてたけど。いやいや、あの時言ってたあの子っててっきりヒロミのことかと。いやいや、あの子やで。さすがに年上によう言わんわ。どうしてモネってわかった？いや、あの子だけ一人になる時間多かったしなあ。無自覚名探偵ですか？真実はいつも一人に一つずつや。一人に一つずつって、それ真実いっぱいありすぎじゃない？ねえ、ところで今更だけど、新がインターナートにスパイを送り込む必要なんてあるの？まあな、事務所のトップなら知りたいことは報告を受ければそれで済むはずだ。ライバル会社相手ならともかく、自分の管理下にある事務所にスパイを送り込む理由などない。だが、つまり自分の管理下にない、または報告が上がってこないことに関して知りたいと思ったら、自分の会社であろうとスパイが必要になるってことね。稲本社長は新から候補生を守るために一緒にインターナートにこもって、できるだけ情報を外に出さないようにしていましたしね。情報ない？それだけでスパイする？鋭いねクック。いずれにしても新はインターナートでのオーディションに対して何か企んでるってことだと思う。続きが気になる。配信を続けよう。よせ。モニターに当たってもどうしようもないだろう。そうですよ。新が命令を下したらカット君は逆らえません。ここからインターナートの様子を知ることはできませんよ。おのれならば。
まったく僕に頼まれただなんて、なんてことをしてくれるんだいモネ。おかげで配信を止めることになったじゃないか。モネさん、さっきの話。そうだよ。僕はスパイなんだ。そんな。お前がスパイ？信じられない。それじゃあもしかして課題の内容が他のオーディションと被ってたのって。課題内容を流出させてたってことか。どうしてそんなことを。でもどうやって外部と連絡を取ってたの？そうです。候補生がインターナートに入るときは厳重な持ち物検査をして連絡手段になるものは持ち込めないようになってるはずです。もしかしてレイ先輩みたいに奥歯に発信機を入れてそれで通信してたとか。スマホ。俺たちに貸し出されているスマホは外部と連絡が取れないようになってるはずじゃ。そのスマホには特殊な通信アプリをインストールしてあるんだ。普段は画面に表示されないけど、暗証コードを入れると起動して僕と直接連絡が取れるようになっている。くっそー、やっぱりお前が黒服だったのかよ。それを言うなら黒幕だけどね。あなたが裏で糸を引いていたわけですね。そんな、人聞きが悪いな。何も悪いことなんかしちゃいないよ。これも経営戦略の一環だよ。君たちには理解できないと思うけど。だと？くそー、俺たちはこんな奴の手のひらの上で転がされてたってことかよ。しかしどうしてモネはスパイの協力など。僕たちに何か問題が？何かモネさんを傷つけるようなことをしてしまったのでしょうか？みんなとは関係ないよ。スパイをすることに決まったのはここのオーディションを受ける前だから。モネさん、その時一体何があったの？よければ明かしてもらえるとありがたい。そうだね。もう隠してもしょうがないね。僕はある養成所に通ってたんだ。仲間ができて、居場所ができて、その仲間と一緒にデビューしたかった。でも仲間じゃなくなった。仲間じゃないって言われたんだ。所属の話断ったよ。僕はみんなと一緒にいたい。この4人でデビューできる日まで諦めたくない。だって僕たちは最強の仲間だから。どうしていいかわからなくなって、それで自暴自棄になったんだと思う。そんな時講師に言われてここを受けた。そこであの人に頼まれたんだ。どうなってもいいと思ってた。だから言われたことをやった。それなら誰も文句言わないだろうって。言われたことをやります。それなら誰も文句ないでしょう。お姉さん、一体どういうことなんだよ、新しい。そうだよ。こんなのモネがへこんでるところにつけ込んで利用したのも同じだよ。そもそもなんでスパイなんて。スパイを送り込んだのは稲本が課題内容を共有しなかったからだよ。何かと言い訳をつけて情報をよこさないから。情報漏洩のリスクは秘密を知っている人数の2乗に比例します。情報を知っている人間が2人になると漏洩リスクは4倍に、3人になると9倍に。たとえ系列会社であろうと
極秘情報は最小限にするに越したことはないかと。だから僕はスパイを送り込んだんだ。課題が流出して他のオーディション企画が先行すれば、バーサスアンビバレンスは企画力が劣っているように見えるだろ。急な課題変更が続けばいずれ疲弊してパフォーマンスが落ちる。バーサスアンビバレンスの魅力は落ちてコンテンツとしての力を失う。そしていつしか企画同士の食い合いが互いを貶め、対決オーディションという企画そのものが時代遅れになる。それが僕の最終目標だよ。なんでそんなこと。僕はね、才能は正しく評価されるべきだと思うんだ。正しく評価？歌、ダンス、パフォーマンス、あらゆる表現を時には正確に、時には大胆に、常に適切な感動を提供できる才能こそがアイドルに求められる資質なんだ。それが何？こんな共同生活でのトラブルやそれを乗り越えた感動や共感によって左右される投票なんてオーディションとは呼べやしない。才能に対する評価をないがしろにした評価なんかオーディションに対する冒涜だ。こんな対決オーディションなんか消えてなくなってしまえばいい。お前まだそんなこと。新社長、モネをスパイに選んだのは偶然ですか？どういう意味だい？モネがあなたの手に落ちるまでの過程ができすぎている。モネが養成所のチームで孤立したのはあなたの仕業ではないのですか？仕業だなんて人聞きが悪い。ただ才能のある子が才能のない子たちの中で埋もれているのを見ると助け出したくなるよね。優秀なチームメイトを嫉妬で仲間外れにするような連中に才能なんて期待できるわけないじゃないか。せっかくの優れた素材をちょっとお小遣いを上げただけでよそに売るような講師も大した指導者じゃない。モネ、君はあの養成所にいるべきじゃなかったんだよ。そんな。それってみんながモネを裏切るように新社長が仕向けてたってこと？ひどい。そんなことって。待って、もしかしてこのライバルの組み合わせももともとは16人いた候補者が10人になったのも。適当に6人引き抜いて別のオーディション企画に送り込んだんだ。こっちは混乱するだろうし、向こうが盛り上がればこっちを潰せると思ってね。そんな。やっぱりあの6人が抜けたのはあなたの仕業だったんですね。オーディションを変えた6人が SNS で責められてるの知らねえのかよ。そうだよ。ちょっと考えればそんなことが起きるくらいわかるはずでしょ。 SNS の誹謗中傷？そんなの実力さえあれば黙らせられる。そうじゃないならその程度だったってことさ。あなたは人の将来を何だと思っているんですか？将来？そんなもの誰にも責任なんて取れない。僕はただ声をかけただけ。誘いに乗ったのは当の本人じゃないか。それじゃ僕は今まで騙されて。そっか、そうなんだ。モネさん、バカだよね。僕はバカだ。僕のせいでみんなに。モネさんのせいじゃない。何も悪くない。僕は何ひどいことした？誰かを裏切るなんて僕がされたことと同じなのに。もうね、お前は策略によって追い詰められたのだ。そんなモネを断罪する者など
ここにはいない。そうです。モネさんは悪くありません。ああ、モネは悪くないよ。というよりスパイとしてまるで役に立たなかった。モネが流出した課題は最初の一つくらいで、それも僕が事前に独自ルートで手に入れたものと同じだった。その後は全く情報を送ってこなくなるし、スパイとして失格だよ。それってモネはほとんど何もしてないってこと？自分でもわからないんだけど、情報を漏らせなくなってたんだ。ただ言われたことをやるだけなのにできなくなってた。そっか。じゃあ俺とモネさんは似てるってことだ。それだけモネさんにとってもこのオーディションがみんながかけがえのない安心できる居場所になってたってことでしょ。俺と一緒だね。そうなのかな。そうだよ。無意識でもみんなのこと裏切れないって思うくらい。そうじゃなきゃあんなにいつも爆睡できるわけないと思うよ。モネ君、裏切られるのって辛いよね。俺も悔しくて復讐してやりたいって。でもここにいるうちにみんなのことを好きになって、こんなに仲良くなっていいのかって思うようになって、そしたら苦しくなって。ヒロミ、居場所なのかな。僕にとってここはそう思っていいのかな。何バカなこと言ってやがる。ああ、最初からここはモネの居場所だ。そうだよ。モネさんは俺のライバルなんだから。みんな最初からモネのこと受け入れてるよ。そういうこと。もう今さら何言ってるんだか。当たり前です。みんな素晴らしい感動ポルノだ。これぞバーサスアンビバレンツ劇場だね。本当にヘドが出る。どれだけお前たちが絆をアピールしても無駄だ。オーディションはもう終わったんだから。そんなことはない。バーサスアンビバレンツ第1期生キスミレイ、ここに見参。話は聞かせてもらった。みんなの一生懸命な気持ちをもてあそぶなんて許せない。オーディションの中止なんてさせません。させない。先輩として黙って見てるわけにはいかんよな。皆さんどうしてここに？モリアを呼び出して車を飛ばしてきた。あいつは A 級ライセンスの運転テクニックを持っているからな。この程度の距離はあっという間だ。うわー、法定速度で走ってるはずなのに信じられない速さで到着しちゃったよ。しかもこの人数が乗れるような大型のバンで、一体どうなってるな。撮影スケジュールが緊急事態の時はロケバスの運転をモリアに任せて乗り切ったりしていたからな。この程度モリアにとっては朝飯前だ。話は聞かせてもらった。ってどこから聞いてたんだよ。大変なことになってたんだから早く出てきてくれればよかったのに。いや、出るに出られないっていうか、なんか大変なことになりすぎてて出てくるタイミングが分かんなくて。話の腰を折ってもよくないからね。そうそう、それに全部吐き出させてからの方がいいと思ってね。特に悪巧みに関しては
まあ聞いたところで想像の範疇ってところやけどな。悪巧みダメ、絶対。クック、みんなの味方。新社長、あなたのやり方到底認めることはできません。ここにいる候補生たちのことは俺たちが何があっても守ります。どうやって？こんな茶番続けたところで何にもなりやしない。いいえ、なります。何？最後まで続けて結果が出ればわかります。そしてそれは必ず皆さんの生涯の糧になります。だからこのオーディションを最後までやり抜きたい。ここにいる候補生みんなのため、そして今まで応援してくれたグランツのためにも。そこまで言うんならいいよ。オーディション継続すれば最後の配信ライブ許可しよう。ただし条件がある。条件？ふん。突き抜ける衝動 We rise to the top 炎迷わ